今からですね、もう、20年近く前ですかね、のお話になります。はい。で、僕ですね、その当時、入りたかった声優事務所がですね、ちょっと入ることができなかったんですよ。じゃあ、上京したての頃って話ですかね。そうですね。はい。入ることができなくて、うんやっぱこう、みんな一生懸命夢に向かって頑張ってるわけじゃないですか。はもう一回紐がプツンって切れちゃったんですようね。ん。で、どうしようかなって思った時に、ちょっと日本中をちょっと旅行してみたいな、旅したいなって思った時期があったんですよ。はい。で、周りの連絡をすべて、シャットアウトして、行ける限りのとこをくるくる回っていた時代があったんですよ。ただ、やっぱりもう、お金って限りがどうしてもあるじゃないですか。はいはい。もう無理なんですよ。ずーっと旅をするのは。働かなきゃってなるんですね。で、前の職場ももう辞めてしまっていたので、どうしようかなって思ってたんですけど、復帰するにはじゃあ、短期のリゾートバイトがいいなって思ったんですよ。復帰1回目はですよ。はいはい。で、いろいろこう探していたんですけど、なかなかいいのがないんですよ。一番初めは、江ノ島とかで、バイトしようかなとも思ってたんですけど、僕が当時住んでいたところから、片道3時間ぐらいかかるし、じゃあ住み込みでって話になったとしてもですよ。見知らぬ土地でやっぱこう2ヶ月ぐらい住み込みっていうのは正直嫌じゃないですか。まあね、ちょっと不安ですよね。はい。そんなに長くなくていいなって思いながら探してたんですよね。そしたら、これちょうどいいじゃないかっていうアルバイト見つけたんですよ。それが何かというと、旅館の給仕のアルバイトだったんですよね。3泊4日ぐらい。で、金額も書かれていて、これいいんじゃないかなと思ったんですね。で、僕が当時住んでいた場所から、出張面接場の会場まで近かったんですよ。なんでそこに行ったんですね、面接に。で、基本的に面接って、履歴書とか持ってくじゃないですか。そこ履歴書不要だったんですよ。で、履歴書不要でそこに行って、2点だけ確認をされて採用されたんですよ。その2点何確認されたかっていうと、近くにご家族の方とか、住まわれてないですよねって言って、ご結婚されてないですよねって2点確認されたんですよ。近くに家族が住んでないかって変なこと確認されますね。はい。あと、もう、ご結婚されてないですよねって言って。はいって言って。でもあれか、ひょっとすると、その短期バイトで、向こうで急に期間が伸びるかもしれない。だからそういうことのための確認なのかなと思って、僕は思っていたんですけど、そのまま仕事に就くことになって、それから1週間、2週間後後ぐらいですか。東京から電車で4時間以上かけて、その場所に行くんですよ。で、駅にその旅館のハイエースみたいなものがついてて、それに乗せられてさらに1時間ぐらい。車で行ってその旅館に着くんですね。で、その時に、僕合わせて4人アルバイトがいたんですけど、僕と大学生の男の子と、50代の男性と、30代の男性だったんです。全員男性ですね。はい。で、旅館に着くじゃないですか。その旅館、結構綺麗だったんです、見た目が。でも結構年代が昔からある旅館なんです。歴史のありそうな場所だったんですね。これ建て替えたんだなっていうのは見ればわかるんですね。旅館に着いたら、一番初めに説明をいろいろ受けるわけですよ。例えば、お風呂は、夜の12時から1時までの間に、済ませてくださいとか、仕事内容は、給仕の仕事をしてもらいますと。で、コンビニまで歩いて30分ぐらい、距離がかかるので、買い物はすべて建物の中で済ませてくれとか。で、さらに、その働いている4日間、一歩たりとも、外に出ないでくれって言われたんですよ。で、なんでなんだろうなと思ったんですけど、これもすぐ理由わかるんですよ。本館の後ろに別館って呼ばれる場所があるんですね。それ建物的に小学校の休校舎みたいな建物なんですよ。ものすごく古いんですね。もう一歩もう足をこう乗せたら、もうギッ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 
ってなるような、ものすごく古い、もともと多分こういう作りだったんだろうな、この場所っていう場所があるんですけど、一番手前にお客さんがこう入れるような大浴場があって、その奥が従業員以外立ち入り禁止のスペースなんですよ。で従業員のみしか入れないスペースのところに、直立不動の月のワグマの剥製が30体ぐらい。そんなに並んでるんですよ。30体ずらーって言ったら結構ね、夜なんかだと不気味ですよね。で、それで分かったんですよ、ようやく。そっかって、じゃあこの辺りすごい熊が出るんだ。なるほど。なんで、もうむやみに出歩かないでくださいねって言われたんだっていうことが分かったんですよ。で、その後食堂に行って、食堂で説明を受けてるんですけど、食堂の外を見てみると、不思議な光景が広がってるんですよ。女性の方、外国の女性の方だったんですけど、女性の方がスコップ持って、なんか掘ってるんですよ。で、なんか捨ててるんですね。でもなぜかその方々、みんなこう泣きながら、スコップ掘ってるんですよ。何人もいらっしゃるんですか？一応その時穴を掘ってたのは3人ぐらいだったんですけど、3人の外国の方、女性の方が泣きながらスコップで。外でスコップ掘ってるんですよ。で、30代の男性の方が、あれ何されてるんですかっても聞くんですよね。やっぱ疑問に思うじゃないですか。そしたら、あれゴミ捨ててるんですよねってその旅館の方に言われたんですよ。ゴミを捨てるのに、なんか泣くことなんてあるのかなって思ったんですけど、そのまま説明受けて自分たちの部屋に案内されて、離れにあるんですけど、そこに荷物を置いて仕事を始めることになるんですね。で、給仕の仕事なんですけど、その僕らを担当していたその女性の方が、めちゃめちゃ厳しいというか、嫌な人なんですよ。なんかこれを渡してきてこれを説明してこいって言われたんですね。でも、わかんないんですよ。もうそもそも何が出されてるかも僕らわかんないんですよ。で、それを一回一回確認するわけですよ。すいません、これ説明するのはいいんですけど、これ何なんですかって言ったら、なんかそんなこともわからないのがクズみたいな。今日会ったばかりですよ。で、ずーっと怒鳴られ続けて、僕ら給仕の仕事するんですね。お客さんに対してはね、説明しないといけないですもんね。で、仕事終わって、大浴場みんなで行くじゃないですか。行って、もうみんなそのおかみさんの悪口言うわけですよ。何なんだあいつ。何なんだあいつって言って。で、その時に、こんな話になるんですよ。そういえば、ここの旅館って、日本人の方6人ぐらい除いて、裏方の人全員、もう背の高い、綺麗な外国人の女性の方だよねって話になったんですよ。海外の方だけじゃなくて、全員女性の方たちなんですか？裏方の人は全員女性で、もう身長も高くて、お顔立ちもいいような女性ばっかりなんですよ。で、その表立って人と接する人が、みんな日本人だったんですけど、なんでなんだろうねって話をしてるときに、やっぱ冗談でこうなるわけですよ。いや、ひょっとしたら、っていうかさ、そういう人とか雇い入れてんじゃないのみたいな。でもこんなに老舗旅館でさ、たくさんの人を雇い入れてるなんて、ありえないでしょって言って、笑い話になるわけですよ。で、そしたら大学生の男の子が、でもって言ったんですよね。いや、やっぱ何でもないですって言うんですよ。何気になるじゃんって言っても。気になりますね。いや、大丈夫です。何でもないですって言うんですよ。じゃあとりあえずお風呂出て寝るって言って、一回お風呂出て、みんなで自分たちの寝室戻ったんですね。それが2時ぐらいだったんですけど、4時起床なんですよ。いやもう寝る時間全くないですね。そうなんです。なので、急いで寝る準備するじゃないですか。大学生の男の子が、ちょっと僕トイレ行ってきますって言って、トイレの方向かったんですよね。じゃあ俺ら先に寝てるからねって言って布団かぶるじゃないですか。トイレから、その大学生の男の子の叫び声が聞こえたんですよ。なんかあったのかって言って全員トイレに向かうじゃないですか。大学生の男の子がトイレで腰抜かして倒れてるんですよ。どうしたのって言ったら、ボソボソ何か言ってるんですね。何どうしたのって言ったら、いや、今、外国人の女性の幽霊が目の前に立ってたんですって言うんですよ。外国人の女性の幽霊って言って。そもそも日本で
外国人の幽霊を見たって話、ほとんど聞かないじゃないですか。あんま聞かないですね。はいはいはい。いや、見間違いなんじゃないのって言ったら、その男の子は不機嫌になったんですよ。まあ、見間違いじゃないかもしれないけど、まあ明日も早いから、まあとりあえずじゃあ戻って寝ようよって言って。まあみんなで戻って布団について寝るじゃないですか。はい。朝の4時に起きるじゃないですか。大学生の男の子の布団が綺麗に畳まれてて、荷物ないんですよ。あれどこ行ったんだろうなって思って。で、その旅館の方に、すいません、大学生の男の子がいないんですけどって言ったら、朝早くに辞めて行かれましたよって言われたんですね。でもそこって、車で1時間の距離なんですよ。駅まで。あれちゃんと車で送って行かれたんじゃないんですかって言ったら、まあ送って行ったんじゃないですかみたいなことを旅館の人に言われたんですね。でもさすがに歩いてとてもじゃないけど行ける距離じゃないから、まあ送ってったんだろうなって思って、まあ翌日の仕事するわけです。はい。で、翌日、朝の仕事した後に、すごい時間が空くんですよ。チェックアウトとかあるんで。なので8時から、昼の3時ぐらいまでずっと空き時間なんですよ。で、その間50代の男性とずっと話してたんです。僕2人きりで。で、その時に、50代の男性が僕にこう言うんですよ。いや、三好くんさ、昨日お客さんにすごい不思議なこと聞かれたんだよね。何ですか？僕聞かれてないけど。って。いや、兄ちゃんさ、ここ、スペシャルサービスってさ、どうやって頼めばいいのって。女の子選べるのって俺聞かれたんだよねって言ってるんです。はい。ひょっとしたら、この旅館やってるかもしれんな、みたいなことを言うわけですよ。やってるっていうのはそういうことですね。でも、こんな老舗旅館でってなるわけですよ。いや、それはもう考えすぎですよってなるわけですよ。まあ、それはもうありえないと。で、そのままお風呂入って、もう寝るじゃないですか。はい。朝起きたら、50代の男性の布団が畳まれてるんですよ。で、荷物ないんですよ。はい。まあ、当然聞くわけですよ。いや、すいません、50代の男性もいないんですけどって言ったら、彼も朝早く辞めて行かれました。まあ、車で送ってったと思いますよって言われたんですね。そんなことあるのかなって思いながら、まあ朝、食堂でご飯食べてるわけですよ。で、そしたら30代の男性の方が僕に話しかけてきたんですよ。いや、三好くんさ、って。今朝俺の枕元に外国人の女の人の幽霊が立ってたんだよね、みたいなことを言うんですよ。って思って、本当にここって何かあるのかもしれませんねって話になったんですよね。で、その後夜ご飯食べて、お風呂入って、寝るじゃないですか。寝てしばらくしたら、起こされたんですよ。まあその30代の男性に起こされたんですけど、いや、三好くんさ、って。今食堂の方で、女性の叫び声が聞こえたような気がするって言うんですよ。で僕は聞こえてないんですよ。はい。いや、それ、気のせいじゃないですかって言って。いや、一緒に見に行こうよって言って食堂の方見に行くんですね。はい。で、食堂の方見に行ったら、何にもないんですよ。なんだ、何にもないじゃないですか。気のせいですよって言って。まあでもとりあえずもう明日で仕事終わりだし、とりあえずもう寝床まで戻りましょうよって言って、寝床戻るんですね。で、寝床戻る廊下の部分で、月のワグマの剥製がたくさん並んでるところを通るんですけど、そこに来た時に、いきなりその30代の男性に僕は頭グッと押さえつけられたんですよ。何するんですかって当然なるんですよね。そしたら、いや、三好くん、上を見ちゃダメだって言うんですよ。はい。何ですかって言ったら、いや、いる。いっぱいいるなって言うんですよ。何がいるんですかって。いや、その、外国人の幽霊が、たくさん目の前に浮かんでるから、三好くんは絶対上を見ちゃダメだよって言われたんですよ。はい。いや、そんなに外国人の幽霊がいっぱい浮かんでるなんてもありえないでしょって思って。頭少し上げたら床が見えるわけですよ。って思って。なんかこの人のスラックスみたいなものが6本。おそらく人数的には3人分みたいなものが
見えた気がする。足元が見えた気がしたんですね。見えた気がしたんですよ。人かなと思ったんですけど、その間にもずっと30代の男性が僕の頭ぐっと押さえながら、三好くん、絶対に上見ちゃダメだよって。絶対に上見ちゃダメだからねって言いながら、こう、抜き足、差し足みたいな感じでずーっとそこ通り抜けていくんですよ。絶対ダメだよ。絶対上見ちゃダメだから、絶対上見ちゃダメだからねって言って。で、その自分たちの寝室まで戻って、ゆっくり襖を閉めた後に、いや、三好くんって、ここは、俺がしっかり見ておくから、君は今日、もう眠りなさいって言われたんです。はい。で、そこで僕意識がふって途切れたんです。で、朝起きて。はい。朝の仕事をして、帰る段階になるじゃないですか。で、僕らの靴って本館に置いてるんですよ。はい。で、本館のところに置きっぱなしになってるんですね。もう、それこそ4日ぶりぐらいに自分たちの靴箱に行くわけですよ。はい。靴箱を開けると、靴が4人分あるんです。正直いなくなった2人がどういう靴履いてたかなんかわかんないですよ。そうですよね。なんですけど4人分あって、ひょっとしたらだから僕らの後に別の方がそこに入れてる可能性も全然あるんですよ。ただ4つあったんですね。って思いながら、靴履いて、そのまま車で駅まで送ってもらったんですね。で、そこで30代の男性と連絡先交換したんですけど、その30代の男性が言うんですよ。いや、ここ、やっぱり俺は普通じゃないと思うから、叱るべき場所に電話するわって。で、別れたんです。はい。で、連絡先交換してるんですけど、別に友達じゃないので、連絡をすることってなかったんですよ。そしたら、それからしばらくして、その旅館が潰れたんです。潰れた。はい。なくなっちゃったんです。で、それから4年ぐらい月日が経つんですけど、東京の歌舞伎町に抜けていく階段があるんですけど、改札抜けた後に。はい。駅ですね。新宿駅。新宿駅です。で、僕が普通に階段登ってたら、後ろから声かけられたんです。すいません、職質ですって言われて。で、僕その時、スカジャンってあるじゃないですか。起きてたんですよ。あの服着ると結構僕職質される可能性が高いんですよね。スカジャンかって思って。いやー、今日格好失敗したな、これから収録なのにって振り返ったら、職質してきたのが、僕と一緒にアルバイトしてた30代の男性だ。30代の男性は、警察の方だった。で、その30代の方は、その旅館で働かれてる時に、結構中でカシャ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 って写真撮ってた。ひょっとしたらそういうことなのかなっていう。潜入で来られてた可能性。操作してたのかもしれないって。その職質ですってのは、三好さんって分かったから。いや、違います。それ関係なく、単純にちょっと怪しかったってことなんですか？で、向こうも驚いてたんですよ。僕の顔見て。という、僕の、後から考えてみたらすごい場所にいたんじゃないかっていう体験なんです。いや、ありがとうございました。そこって山奥なわけですよね。山奥です。かなり奥ですよね。奥です、奥です。でも、老舗の旅館でかなり人気の旅館だったんですか？潰れるはずはない。ただやっぱり何かそういう、もしかすると、外国人を、不当に何か働かせていてとか、あとは、本当に誰かが失踪してしまうみたいな、なんか情報が入ってっていうことがあった場所なのかもしれないってことですよね。そうですね。一緒にね、バイトに、入ってた方たちが、無事に帰られたんだとは思いますけどね。靴がね、4足あるのはちょっと一瞬びっくりします、一瞬びっくりしましたね。じゃあ帰ってなくて何かここでとかってね、今、考えたくはなっちゃうんですけど、ね、これはちょっとわからないことなんですけど。ただ、これだけ聞くと、多分ものすごくやばいと思われる方、多分いらっしゃるかもしれないんですけど、働いてる分には別にだったんですよ。普通に働いてて嫌になって、それまでも結構すごい言われてたんで、僕も正直嫌だったんですよ。だから嫌になってもう辞めますっていうことは全然あり得るしなっていう感じだったんで、なんとも普通に仕事を全うしてたっていう。
ただこの外国人のね、幽霊がたくさんいるみたいな。それを実際見てね。で、最初にいなくなってしまった大学生の方は、まあ幽霊を見たから怖くなって帰ったのかなとか想像つくんですけど、二人目のね、50代の男性の方が、なぜそんな急に、たくさん話もしてたのに、一切ね、そんな素振りも見せず話もせずいなくなっちゃったのかとかってね、何があったんだろうかって思いますよね。そうですね。というお話です。いや、ちょっと。いや、まあもちろん何が実際あったのかってもう分からないことなんですね。全然そうです。分からないんですけど。まあ普通の旅館だったのかもしれないですけど。でもまあそうか。そうだ、普通の旅館だったのかもしれないんですけど、なんか意味深なことが目の前でたくさんあったことはあったんですよ。だから、こう人間なんで想像しちゃうというか、